よしよし、結構いいサイズ。今ガツって動いたな。さあ、こんなうっそうとした森の中に何をしに来たのかと言いますと、皆さんも子供の頃に捕まえたことがあるんじゃないでしょうか。ミミズをね、探しに来ました。ミミズ探すときはですね、濡れた土なら何でもいいっていうわけじゃなくて、こういう落ち葉が積もって、その下はね、その落ち葉が腐ったそのふわふわした土、ふわふわしてちょっと湿った土がね、最高ですね。もうこういうところはね、ほんとミミズパラダイスです。ほら、いましたね。では今日はね、これを集めてこの時期恒例のうなぎ釣りをやってみようと思います。でもこういうところはですね、ムカデもいるんで気をつけてください。ムカデってね、ミミズが大好物で、こういうところの下でミミズ食って生きてるやつもいるんで要注意ですね。よし、こんなもんかな。餌確保完了。さて、例によって釣り竿探しですね。これ良さそうだな。今日やる釣りはですね、穴釣りって言って、うなぎが昼間休んでる穴の中にこう棒の先にね、餌をつけて差し込んで食わせるっていう釣り方をやるんで、頑丈でね、ちょっと細い頑丈で長いこう棒を探さなきゃいけません。それをね、釣り竿代わりにします。これが一番良さそうだな。結構強度もありそうだし、これでやろうかな。この出てる枝はね、切ってしまって一本の長い棒にしましょう。まあこんなもんでしょう。1メーターぐらいあればいいでしょう。よし、じゃあ釣り場に向かいましょう。仕掛けはね、こんな感じです。さっき拾った竹のですね、枝を切って、でこれはね、太いナイロンラインですね。太い切れにくいナイロンラインの先に今回はこの細いね、うなぎ針をつけてみました。で心配なのは、このうなぎ針は細いので大物がかかった時に曲げられてしまう可能性があるのがちょっと怖いですね。穴に潜ってには出てこないことがあるんですよ。でこれにですね、ミミズをつけて、でこの棒につけた状態で、棒にこうやってね、引っ掛けた状態で、仕掛けをこうやって引っ掛けた状態で、穴にね、差し込んでいくと。で穴の中でうなぎがわっと食ったら糸を送り込んであげて、でかけると、で引っ張り出すっていう感じの釣り方です。では早速この生きのいいミミズをつけてやってみましょう。こんなね、ちょろちょろっとしか水が流れてないような川でもうなぎっているんですよね。しかも結構大きいのがいたりするんで面白いんですよ、この釣りは。さあやっていきましょう。こういうですね、石の隙間とか、とにかくね、隙間を好むんで、そういうところにね、そーっと餌をね、差し込んでいきます。そうするとね、顔を出してたうなぎがガツガツっと食ってくるんで、その瞬間がね、たまらないんですよね。うなぎは匂いにも反応するんですけど、割と動きにも反応するんで、ミミズがね、ピクピク動いてくれてるのが一番いいんですけど、ちょっとこう揺らしてあげて誘ってあげるのもありかもしれないです。うなぎはね、結構貪欲に餌を食う魚だから、基本夜行性なんですけど、昼でもね、餌を食います。昨日雨が降った影響もあって割と増水してる感じですね。うなぎ釣りにおいて増水はね、結構いいです。ただ濁ってると良くないのが、その穴が見えにくいんで、こうやって怪しいところを手当たり次第突っ込んでいくという感じになるでしょうか。
こういうね岸際の浅いところにもいるから、そうだな、水深5、6センチぐらいでもいるかな。とね、ちょっと水があればいるんで、でカニとか、あとはハゼみたいなドンコとかね、そういう下道というか別の魚が食ってくることもあるんですけど、うなぎのあたりは結構ね、もうガガッとくるんで明確です。もぞもぞみたいな怪しいのは割とこうモクズガニとかね、そういう別の生き物のことが多いです。ここも深い穴があるな。あ、なんかいる、なんかいるぞ、ここ。ここなんかいるぞ。ここ今なんか一瞬コンコンと当たったな。あ、餌取られたな。餌取られたわ。あ、ちょっと残ってるな。ちょびっとだけ残ってるけど、なんかいますね、ここ。多分ね、なんか魚でしたよ。コン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 ってこう。でもうなぎっぽくなかったかな。当たりが軽かった。この残った餌でやってみます。ちなみにハゼとかね、テナガエビとかそういうのとうなぎは一緒にはいないんですよ。うなぎはほんと何でも食べちゃうから一緒にはいないので、多分今のは小さいハゼ科のなんか魚ですね。当たりが軽かったもんな。で下はね、こう岩に囲まれてるよりは上は岩で下は砂とか泥みたいな感じのところがいいですね。あ、ここなんか下が砂でいい感じですね。この大岩なんかこう流れが当たってるからいいと思うんですけどね。餌が流れてきそうじゃないですか。すごいいいと思うんだけどな。いないか。今なんとなくここの浅いところの隙間に突っ込んでみたけど、なんかね強い当たりありましたね。これがうなぎっぽいけどな。あ、うなぎだな。顔出してんな。ほらほら、うなぎ出てくるわ。うなぎが顔出してる。こんなとこにいるんだな。よし、じゃあ食わしてみましょう。くたくたくた、送り込ませて送り込ませて送り込ませて、よしよし。でもかわいいな。かわいい。うなぎはいましたが、すごいかわいいです。針も飲まれてないし、これはリリースかな。やっと釣れました。うなぎ、日本うなぎですね。ほら。ただちょっとね小さいんで観察して逃がしてあげようと思うんですけれど、こんなね、こんなとこですよ。こんなとこ水深そうだな、こんなもんです。ほんと10センチもないぐらいのこんなところにね入ってましたね。なんかねカニがね外にいてこの中に入りたがらなかったんですよね。僕を見て普通だったらこう中にパッてカニ入るんですけど、入りたがらなかったからなんかいいのかなと思って入れてみたらいましたね。まあ小さいですけどね。このうなぎは大人の親指よりもちょっと太いぐらいですけど、これがねまだまだ2倍ぐらいには大きくなりますからね。2倍3倍って大きくなりますから、すごいよな。まだこのサイズだとねなんか可愛げがありますね。さあこの子はね可愛いので元いた穴にね逃がしてあげようと思います。大きくなれよ。こんなとこにいるんだったらこんなとこにもいるんじゃないのかな。今日は厳しかった。まあでも去年うなぎ釣りの動画を撮った時は当たりがあっても全然こう載せられなかったんですけど、去年いただいたコメントとかでね学習をして、
こううなぎが食ったら糸を送り込んで待ってから合わせるっていうのを覚えたおかげで、割とね苦戦せずに、小さいうなぎでしたけどね、苦戦せずに開けることができました。別の川にやってきたんで、ここでねうなぎ釣りを継続しつつ、手長エビ釣りなんかもねやってみようかなと思います。手長エビとか、あとはちっちゃい小魚とかね、なんか小物が釣れたら楽しそうだなっていうところでやってみましょう。この川は初めて来るところだから釣れるかどうか全然わかんないですけど、この足元の岩の下がこうえぐれてるんで、この下はね入ってるんじゃないかなと思います。この真下ですね、ここほら、結構入るんですよ、奥まで。いそうだな。なかなか深くまで入るから潜んでそうだけどな。で、糸は軽くここに結んでつけときましょう。これならね、竿がというか食ってね引っ張られても止まってくれると思うんで。仕掛けを突っ込んでおきつつ、もう一個の竿で手長エビ釣りをね近くでやってようと思います。ミミズをすっごいちっちゃく切って、すっごいちっちゃい針につけてね、これでやりましょう。僕結構ねこういう超小物釣りも好きなんですよ。この短い釣り竿、僕のチャンネルを初期から見てくれてる方は覚えてくれてる方もいらっしゃるかもしれないですけど、まだねYouTube 駆け出しのチャンネル登録者さん2000人とかの時にね、多摩川で手長エビ釣りをやった時に作った釣り竿です。これ拾った竹から作ったんですよ。これをね使ってやっていこうと思います。水深ここも浅いからな。あ、なんか食うな。なんかいるよ。多分なんかハゼ系のちっちゃい魚だと思うけど。釣れたよ、早速。なんだろう、早速釣れたんですけど、これ何ハゼでしょうね。マハゼですかね。それか極楽ハゼかな。マハゼっぽくも見えるけどな、どっちだろう。マハゼか何ハゼだろうな。日本国内だけでもハゼってねすっごいたくさんの種類がいるから見分けるの難しいんですよ。幸先がいいですね。この調子で何種目釣れるかな。なんかいろんな魚釣りたいな。川のいろんな魚が釣れれば、あと手長エビが釣れれば。お、すごい爆鳥なんだけど、ちびっこいハゼがねもう入れ食い状態です。すごいな、いっぱいいるんだろうな。水深ね、そうだな、30センチぐらいかな。それぐらいしかないんですけど、そこにねハゼがいっぱいいるみたい。たまにはこういう釣りもいいですよね。なんか大物を追い求めるのも楽しいんですけれど、こういう釣れた小物釣りも大好物です。おなんか生命反応ありましたね今。なんかつつかれてるっぽい。カニかな。カニかもしれないな。でかいカニかも。この反応はカニっぽいですね。うなぎだともっとガツガツっと食ってくれると思うからカニっぽいですね。足元にエビを発見しました。これは沼エビかな。こっちは手長エビのちっちゃいやつかもしれないですね。
このね、水深ほんと10センチとかの浅いところじゃないと鯉とかに食べられるんでしょうね。向こうの方の深いところは鯉がいるんで、そういうのから身を守るためにこういう浅いところにね群れてるっていう感じでしょうか。ほら、餌あるよ。お、くた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 。エビ今餌食ってますよ。あー、ダメだ、かかんないな。子供の頃やってたザリガニ釣りを思い出しますね。今ね、この足元にでっかいテナガエビいたから仕掛け落としてみた。どうだろう、食ったかな。あ、なんか結構抵抗があるんで食ってるかもしれない。これちょっと置いといて食い込ませましょう。そろそろどうかな。あ、かかったかかったかった。あ、おっしゃ、釣れた。いいテナガエビ釣れた。やった。川釣り第2種目目、うなぎを入れたら第3種目目かな。でっかいテナガエビです。おお、いいテナガエビですね。本当にエビってね、ちゃんと口にね食わせて、口に針をかけて釣ることができるんですよ。ほら、ここにほら針あるの見えますか。しっかり食い込ませましたね。この個体はね、ハサミが長くてこれ立派なんでオスですね。メスはねもっとちっちゃいんですよ、ハサミが。でこれね、揚げて食べたら美味しいんですよ。ビールの最高のあてになります。うなぎ釣りの方もやりながらね、たくさん餌をつけてみます。この下ってこうつながってるんで、遠くからうなぎが匂いにつられてくることも想定してたくさん餌つけてみましょうか。これさっきエビがいたところなんですけど、やっぱこういうごちゃごちゃと物があるところの下、影になっているところにいるみたいですね。こうやってね、餌をちょんちょん動かして匂いが辺りに散らばるとエビが寄ってきます。今ね食ってますよ。食い込ましてます。ほら、ここにいる、ここにほら、結構いいサイズ。どうだ、そろそろいいか。あー、ダメだった。早かった。出てきた、出てきた、出てきた、出てきた。掴んだ。掴んで巣穴に持っていく。持っていったらちょっと置いといて食わせる。食い込ませる。20秒ぐらい数えました。上げてみましょう。あー、かからない。しばらく当たりがなかったんで入れる場所を変えてみます。ここもなかなか深く入りますね。今ガツって動いたな。今ガンってなりましたね。なんかいるんじゃない？あ、なんか今食われてたっぽいな。お、ここなんかいるな。お、なんかここ入ってるな。多分しかも魚、あ、うなぎじゃない？うなぎいたじゃん。うなぎいたよ。やった。あ、でもちっちゃいな。見立て通りうなぎはいましたが、またまた小さいですね。この子もリリースサイズだな。よいしょ。サイズは小さいんですけど、
初めての川で初めてのポイントで見立て通り釣れたのは嬉しい。ではこのまま逃がしてあげましょう。お達者で。あ、いる、ここ。うなぎいる、うなぎいる。こんな浅いとこにいた。ここだって水深めっちゃ浅いとこだよ。食った、今食ってる。今多分食ってる。あ、持ってった。よし、かかったけど、外れた。くそ。こんなとこにいるんだ。あ、まだ食うな。まだ食ってるよ。いける。まだ食った。よし、ちょっとしばらく待とう。網をセットして。外れた。いける。でもまだ食うよ。今度ちょっとちっちゃくしてやってみます。小さい餌で食い込みを良くしてやってみましょう。こんなとこに入るんだな。あ、食ってるよ。うん、食ってる。しばらく置こう。よし、かかったけど出てこない。これでかいんじゃないかな。根気の勝負だな、これは。引っ張り合い。違うわ。めっちゃでかいカニだったわ。これハサミだけでこんな大きさだから相当でかいカニだ。小物釣りの成果です。エビが2匹と、極楽ハゼが3匹と、あと1匹ね、多分これ沼秩父かな。多分秩父系の魚だと思うんですけど、以上です。思ったより釣れなかったなって感じなんですけど、まあ食べたことない魚もいるので食べてみようかな。お酒のあてぐらいにはなると思うんで、ありがたくいただきます。よし、では社上食堂やっていきましょう。本日の食材はこちら。まずはテナガエビ2匹と、あとはハゼたちが4匹。これだけじゃさすがに少なすぎるんで、これはこの間、動画で言うと前回になるのかなのクロダイの身の残りです。今日はこちらを食材に使って社上食堂をやっていこうと思います。そういえば今日釣れたハゼなんですけど、こっちはねやっぱ極楽ハゼっていう種類でした。ここにね綺麗な青い点々があると思うんですけど、これが極楽ハゼの特徴です。でこっちもう一種類はね、これは秩父系の魚だと思う、沼秩父だと思うんですけど、ちょっとねあんまりハゼに僕も詳しくないから判別不能でした。テナガエビはもうこのまま素揚げにするので特段何もしません。でハゼは一応このちっちゃい鱗を取っておいて、お腹を開いて内臓とエラを出します。じゃあクロダイの身も一緒に全体に軽く塩コショウを振ります。そしたらテナガエビ以外は全部小麦粉にまぶして、では油で揚げていきます。
手長エビはそのまま素揚げにします。うまそうだね。それではいただきます。ではまずは極楽ハゼの唐揚げからいただいてみましょうか。多分初めて食べますが、お味はいかに。うん美味しい。見た目もマハゼに近いけど、マハゼによく似た味ですね。ただマハゼほど旨味は強くないかもしれない。ただね、臭みとかはなくてすごいね、美味しいです。やっぱハゼの仲間っていうのは安定して美味しいですね。じゃあもう一種類の方も行ってみましょう。これも美味しい。味はね、よく似てます。だから目をつぶって食べたらどっちかわからないんじゃないかな。とにかくね、どっちも美味しいです。では続きまして、でっかい手長エビいただきます。これは食べ応えがありますね。甲殻類の香ばしさをしっかり感じられて、で噛めば噛むほどエビのね、身の甘みが出てくる。これはうまい。本日のお供はこちら。やっぱ唐揚げとか素揚げって言ったらビールですよね。こちらは千葉県内で作られているクラフトビールで、九十九里オーシャンってね、書いてありますけれど、なんかおしゃれなパッケージがいい感じですね。それではいただきます。おお、鼻に抜けていく爽やかな香りと、でね、後からキリキリっとこう強い苦味がきますね。これはうまい。まだ苦味の余韻が口の中にあるうちに、この黒鯛の唐揚げいただきましょう。うまい。黒鯛はこれはこれでうまいんだけど、なんか柔らかくてジューシーっていうよりは、なんだろうな、鶏のささみのフライみたいな、なんかそんな感じの筋肉質みたいな感じの食感ですね。ちょっと揚げすぎてしまったかもしれない。だけど揚げ物とビールはうまい。うまいぞ。僕の好みの問題もあるかもしれないんですけど、この中で一番美味しかったのは手長エビの素揚げで、次はハゼですね。ハゼの唐揚げ。ハゼはね、どっちの種類のハゼも同じぐらい美味しかったです。ただマハゼにはちょっと劣るかなっていう感じの美味しさでした。で最後が黒鯛の唐揚げですかね。これもね、黒鯛の唐揚げも決してまずいってわけじゃなくて美味しかったんですけれど、この中で順位をつけるならそんな感じかな。手長エビ最後の1個いただきます。
この噛めば噛むほど感じる甘みがいいですね。でその後に飲むビールがうまい。この瓶に入ってるビールっていうのはなんか美味しく感じますね。強烈な苦味だ。この苦味がいい。ごちそうさまでした。でっかいうなぎは釣れなかったけど、なかなか楽しい釣りだった。ちょっと酔ってしまったので、一瞬仮眠してからお皿とか片付けようかな。主張が激しいね。主張が激しい。出られるよ。たいちゃんこれもらう？どれもらう？たいちどれがいい？これか、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 これか。カリカリもあんねん。あ、カリカリ反応いいな。カリカリにするか？はい。じゃあカリカリをあげましょう。お手。逆やで。お手。はい。おかわり。はい。はい、タッチ。食べるの早いね。一瞬でなくなるね。美味しいんだね。お手。かわいいね。自主的にお手をして。押さえつけております。何その手は。何ですかその手は。